こんにちは。新しいアッパー作ろうと思います。このサンプル作り楽しくてあとすごく練習になっていいんですよ。なのでまた作ります。で、先日黒いホールカットを完成しました。で、実は僕ホールカットを作るのはあれが初めてだったんですけど、復習としてホールカットを作りたいと思います。でね、ちょっとアッパーはね、癖付けをねもうすでにして裁断をねしちゃいました。こんな感じになってます。ライニングはこんな感じで裁断して癖付きします。はい、でね、このアッパー、見ての通りベージュの色合いしてますね。この革は今から染めます。で、染めるんですけど、その前にちょっといくつかやることがあります。木型に癖付けしてこんな感じにもうほとんど靴の形になってるんですが、まずね、つなぎ目はこの前のホールカットと同じくこのかかとの内側でシャドウステッチでつなぎます。なんですけど、若干改善を加えて上だけミシンの縫い割りにして、その下でシャドウステッチやりたいと思います。まずはアッパーをぐるっとつなげてから染めに入っていきます。で、この一番上の部分だけほんのちょっとだけ縫い割りしました。ここですね。ここを叩きます。今こんな感じで上の部分だけがつながってます。この下の部分はシャドウステッチで手縫いしていきます。はい、シャドウステッチすごい難しかったんですけど、なんとかこんな感じになりました。今アッパーがぐるっとつながったので、これをちょっと木型に仮ずりします。はい、こんな感じですね。じゃあこれをこの状態で染めていきたいと思います。サフィールの黒い染料を使っていきます。黒い染料はスポンジに取って塗っていきます。はい、黒い染料を入れました。でね、見てわかるんですけどね、この染料ね、これ黒なんですけど、青ベースの黒で青みがかってるんですよね。というか結構青いです。今回はこれをあえて使ってネイビーグレーに染めようと思ってるんですけど、今1回染めたので1回色を軽く抜きたいと思います。抜いていきます。色を抜くことでムラなく染めかつしっかり定着させます。かなり薄いグレーになりました。ここからもう一回染めていきます。
はい、染めができました。ちょっとなかなかねこの映像では伝わりにくい絶妙な色合いなんですけど、ネイビーっぽい、グレーっぽい、黒っぽいというねグラデーションかかってます。つま先の方が薄くて、この辺は濃いという感じで、かなりツヤは出てるんですけど、もう油分と水分抜きまくってるので、一旦クリーム塗って保湿しておきます。はい、ライニングが一晩経って乾いて着せ付けできました。ここにちょっといろいろ情報が書き込んだんですけど、これは結構興味深いです。ここにいろいろ線が書いてあるんですけど、後ろからこれカウンターですね。このラインがかかとの芯のラインです。結構長めに入れてるので、この辺まで靴の半分ぐらい芯が、かかとの芯が入ってます。で、内側もここまで入ってますね。その前にあるのがこれサイドライニングです。サイドライニングがこんな感じのものなんですけど、これが実際にこういう風につきます。この側面の補強ですね。で、このサイドライニングはこんな感じで、このカウンターと被るようにつきます。外側もこんな感じで、ここですね。こういう風にサイドライニングが入ります。で、つま先、ここ、今ちょっと先芯ないんですけど、ここに先芯が入りますね。で、先芯は今のサイドライニングと被るように入ります。で、もう一個、ここクォーターライニングの羽の部分の補強ですね。羽の部分の補強はこんな感じで入ります。で、これはまたさっきと同じくサイドライニングとカウンターにここかぶさるように入ってますね。なのでこのカウンターとサイドライニングとクォーターライニングはそれぞれ端っこが少しずつかぶるように入れて、サイドライニングと先芯はまた端っこがかぶるように入れて、芯が入ってないのが結局ここだけですね。この履きじわの入るバンプ部分だけ芯が入ってないという状態です。ライニングとアッパーの皮2枚のみという状況になります。じゃあ仮止めの釘を外して、もともと平面だった革なんですけど元通りにはなりませんね。木型の形そのままです。今回はアッパーホールカットなんですけど、ライニングも同じくホールカットで一枚革ですね。かなり贅沢な作りです。ライニングをかかとの内側で継ぎます。アッパーにハトメを描きます。今ハトメを開けたアッパーの裏側、皮を当てて補強します。じゃあパートライニングをくっつけます。
今トップラインを縫ってこんな感じです。で羽の部分はこれ今分離してないです。ライニングがつながったまんまですね。なのでこれをカットします。最後にこのタンと本体を留めます。ハトメの下の小さい穴で留めます。はい、アッパーできました。木型にかぶせてみるとこんな感じですね。もうほとんどね木型癖付けそのまま残ってるので釣り込みはかなり楽だと思います。ライニングアッパーともにしっかり癖付けができてます。で色合いなんですけど、この辺結構色薄めな感じになってますね。この辺は結構濃いです。この辺またね釣り込んでから若干追加で染めたりすると思いますけど、現状こんな感じです。このシャドウステッチのボコボコ感がすごく激しく出てますね。この皮結構柔らかめなのでこんな感じではっきり見えてますけど、ここもね釣り込んでこう引っ張って叩くとどんな感じになるか楽しみです。このホールカットとデザイン一緒なんですけど、染めたりね、あと微妙にいろいろ修正したり、このホールカットのアッパー作る動画概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。立体裁断の型紙を使ったホールカットの作り方やってます。で今回はもはや立体裁断の型紙すら作らずに、木型から取った型をほとんどそのまま革に移して裁断するという、やり方をやってみました。もう力技ですね。その代わりこの木型のデザイン線の再現性はかなり高いと思います。刷り込みでどの程度正確にいけてるか確かめたいと思います。それでは本日の革靴でした。